皆さんこんにちは、まなみです。今回はすり鉢毛穴が改善した施術やスキンケアをご紹介していきます。で、たくさんリクエストをいただいていたんですが、撮影が遅くなってしまって申し訳ございません。ようやく動画にできたので、最後までご覧いただけると嬉しいです。でですね、先にお伝えしないといけないことがあるんですけど、今回ご紹介する特に美容施術なんかはかなり肌に負担をかけるものもあって副作用などもあるので賛否両論ある施術です。何よりも開き毛穴が本当に気になるっていう方以外にはおすすめできないのかなと思うので、副作用などを含めてしっかりと調べていただいて、その上で受けるかどうかっていうのを判断していただけたらと思います。それではまず私の肌質についてお話しするので、一旦肌をアップでお見せしようと思うんですが、毛穴やニキビをアップでご覧いただきますので、苦手な方はスキップしてください。で、T ゾーンと頬の内側部分は皮脂が出やすくて、顎のラインは乾燥しやすい混合肌です。顔全体開き毛穴が気になるんですが、特に鼻とか頬のあたりはすり鉢毛穴になっていて、かなり毛穴が開いています。あとニキビができやすい肌質で今でもポツポツっと出るんですけど、以前と比べたらだいぶ良くなりました。っていうのも2年前くらいからピルを飲み始めたので、生理前によくできていたこの辺りにできるだ痛いニキビとかはできなくなりました。そんな感じですね。ということで今回は4つご紹介していくんですが、2つが美容施術でもう2つがスキンケアです。なので美容施術の方からご紹介していきたいと思います。まず1つ目はですね、もう動画で何回もレビューしているダーマペンです。いろいろメモしてきたので、こちらを見ながらお話ししていきたいんですけど、ダーマペンという施術はペンのような機械を使って細かい針で肌をわざと傷つけて、それが治る過程でコラーゲンやエラスチンなどが生成されるので、肌の張りや弾力、毛穴の開きが改善するっていう施術です。さらにその針で肌に細かい穴を開けている状態で成長因子や他の有効成分などを入れることによって肌をより綺麗にすることができると言われています。私は薬剤を入れるときは成長因子を選んでいたんですけど、治療力をサポートしてくれるので治りが早くなったりして相乗効果があるそうです。ダーマペンはセルフでしたのも合わせると合計7回施術を受けたんですけど、だんだん毛穴の開きが良くなっていくっていう感覚でした。なので1回ですごく効果が出るとかそういう感じではなかったです。施術に関して言うと肌をすりむいている感じで痛かったんですけど、だんだん受けているうちに慣れてくるので回数を重ねれば全然大丈夫でした。個人的には全然耐えられるかなっていう感じでしたね。施術後はかなり顔が赤くなりますし、出血が多かった部分にはかさぶたができます。で、一旦顔が腫れるので毛穴もかなり小さくなるんですよ。施術を受けた2日後とか3日後はかなり小さくなるので感動レベルなんですけど、腫れが落ち着くと大体元に戻ります。私はダウンタイムは1週間くらいだったので平均的な長さかなと思うんですけど、毎日少しずつ赤みが収まっていく感じで、その間は刺激のないスキンケアを心がけて、あと日焼け止めは毎日塗っていました。先ほどもお伝えしたように、このダーマペンの施術を繰り返し受けることで開き毛穴の見た目が変わったなって感じたんですけど、大きさがかなり変化するっていうよりは深さが変わったっていう感覚で、私の場合は毛穴がこういう風にぽっかり開いて深いなって感じていたのが、こうちょっと浅くなる感じがしたので受けてよかったと思っています。昔の動画をご覧になった方であまり変わらないじゃんって思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、家族や友人に毛穴の開きが良くなったねって言われたり、あとファンデーションを塗った時に毛穴落ちする確率が減ったっていうのもあるので、個人的には効果があったなと感じています。ただ人によっては効果が全くなかったっていう方もいらっしゃるので、そういう場合は早くやめて違う施術を考えた方がいいのかなと思います。ちなみに毎回針の長さをどれくらいで受けたのかっていうのはレビュー動画の方でお話ししておりますので、カードか概要欄のリンクの方からご覧いただければと思います。あとダーマペンをセルフでした時は成長因子の美容液とパックを自分で購入して使っていたんですけど、そちらも概要欄の方に載せておきたいと思います。パックは特にクリニックで施術を受けた後でも使えるのでおすすめです。で、2つ目にご紹介するのはダーマペンが進化したポテンツァです。先にお伝えしておくと、ダーマペンよりもポテンツァの方が
1回で毛穴がキュッと引き締まる感覚はあったので、その分値段も高いんですけれども、私がもう一度受けに行くならポテンツァかなって思います。ポテンツァを受けた時の施術のレビューも動画をアップしておりますので、気になる方はぜひご覧ください。ダーマペンが進化したってお話ししたんですけど、何が違うかというと、針の先端から高周波が出るので、肌の深い部分まで熱エネルギーが届いてコラーゲンが生成されます。なので針の先端から熱が出るっていうのと、あとその熱のおかげで止血されるので、施術後の赤みは出るんですけど、その治りがとても早いです。ダウンタイムがかなり短くなります。痛み的には私はポテンツァの方が痛いって感じて、ダーマペンって機械を滑らせて施術していくんですけど、ポテンツァの場合は機械を置いて針を刺してまた移動させて針を刺すっていう感じなので、麻酔をしていてもしっかり刺されているっていう感覚があるのと、あと施術自体も時間がかかったので痛みを感じている時間が長かったように思います。ダーマペンと比べて施術後あまり腫れたりしない分効果を感じにくいっていうのはあるんですけれども、でも1ヶ月後くらいからかなり毛穴の調子が良くなって、鏡を見てうわすごいなって思ったので、ポテンツァも良かったです。ただ値段はダーマペンと比べると高くて、だいたいダーマペンの3倍からいいクリニックだと6倍とかはすると思います。だいたい7万円とかから10何万円ぐらいかなって思うんですが、でも私は今度受けに行くならポテンツァを受けに行きたいなと思っています。ただですね、私医療脱毛を受けているんですけど、今年の4月に受けた時にアレルギー反応が出てしまって湿疹がかなり全身にできたんですよ。それがとっても痒くて辛かったっていうのもあって、しかも後になってしまったんですね。でその後医療脱毛は行っていないんですけど、肌に熱を与えたりするのが怖いなと思ってしまって美容施術を受けに行けていないんですよ。そろそろピーリングとかハイドラフェイシャルとか肌に熱を与えない施術を受けに行きたいなとは思っているんですけど、まだ恐怖心が勝っているので今度皮膚科医に相談してみようと思っています。ちなみにこの動画はタイアップとかではないんですけど、キレイパスっていう美容医療を予約できるサイトでクーポンを発行していただいているので、気になる方は概要欄からチェックしてみてください。チケットを購入して施術を受けに行くっていう流れになるんですが、3000円オフのクーポンを発行していただいているので、初めて使う方はぜひ概要欄のリンクからご覧ください。ということで3つ目に移りたいんですが、次はスキンケアの成分です。それがレチノールなんですけど、もう有名ですよね。レチノールはビタミン A の一種でターンオーバーを促してくれたり、コラーゲンの生成を促進してくれて、さらに皮脂の分泌を抑制する効果もあります。私が一番効果を感じたのは皮脂抑制力なんですけど、皮脂が出にくくなることで毛穴がキュッと引き締まるので取り入れてよかったです。デメリットとしては A 反応といって肌に赤みが出てしまったり、かゆみが出たり、あと乾燥して皮むけをしてしまったりっていうことがあるので、まず使う前にパッチテストをしていただくのがおすすめなのと、あと肌に異常が出た場合はすぐに皮膚科に行くっていうのが重要になってきます。試しやすいところで言うと VT のシカレチ A とかは初心者の方におすすめできると思うので、使ったことがない方はぜひお試しください。いろいろと使用上の注意点とかもあるので、こちらを読んでから使っていただけたらと思います。4つ目は最近試してみてとても良かったスキンケアなんですけど、こちらです。ライスのクリアセラムナンバー6です。医薬部外品の商品で、ライスパワーナンバー6っていうのが直接皮脂腺に働きかけて皮脂合成を抑制してくれるんですよ。なので過剰な皮脂分泌を根本から抑えてくれるっていう商品です。私はまずトライアルを試してみようと思ってキャップがないんですけど、こちらを購入して、他にオイルクレンジングとクレンジング、先行美容液、化粧水、あとこちらがついてきたんですが、それでだいたい1200円ぐらいだったと思います。で、試してみたらとても良かったので原品を購入したんですけど、このトライアルを使い始めた時は半信半疑だったんですが、使い始めたら良さを実感しました。一応出してみるとこのような感じで、ほぼ透明で緩いテクスチャーです。匂いは少しカルピスのような、でもすっきりする香りで、すっごいテクスチャーが軽いんですよね。なので個人的には混合肌なので保湿してくれる化粧水と合わせて使うのが肌に合っているなと感じているんですけど、かなりの姿勢肌の方は
とてもさっぱりする化粧水とかと合わせると保湿力もそんなに高くないのでお肌に合うんじゃないかなと思います。私はライスのこのトライアルセットについてきた化粧水と合わせても肌がもっちりして良かったですし、ロベクチンのロータスラインの化粧水と合わせて使っているんですけど、ベタつかないんですけど肌がもっちりするのでとても気に入っています。これかなりおすすめですね。ということで、私のすり鉢毛穴に効いた施術とスキンケアをご紹介していきました。昔から私の動画をご覧いただいている場合は目新しいものがないので少しつまらなかったかなと思うんですが、個人的に試してみて特に良かったのはこの4つだなと思うので、ぜひご参考になれば嬉しいです。ということで、ここまでご覧くださりありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。